という感じで今日はねソールの仕上げをやっていきます。シーなエレガントな感じになりました。はい、こんにちは。今日はこの黒いブーツをね完成させたいと思います。でこの前コバの加工をやったんですけど、あの後積み上げをちょっとやりました。積み上げはこんな感じでね、かなり大変でしたね今回。理由は普段よりねヒールが高いっていうことと、結構このねテーパーを強めにつけたので、この辺をきれいに仕上げるのがね大変でしたね。こんな感じでここのね曲線をいつもより強調してます。ヒールが高いのもあっていつもよりかなりエレガントな感じになってるんじゃないでしょうか。普段ここでね靴って終わっちゃうんですけど、今回ブーツで上まであるのでこういうライン、こういうのをねかなりこだわって作りました。という感じで今日はねソールの仕上げをやっていきます。で色はね茶色にするか黒にするかめちゃめちゃ迷ったんですけど、ここはやっぱりシンプルに黒でいきたいと思います。ね、黒だったら間違いないことは分かってるんですけど、茶色どうかなと思ったんですけど、ちょっと無難に黒でいきます。今回は全部黒、あとコバも黒でソールも全部黒、カラス仕上げでいっちゃいたいと思います。じゃあまずはコバを塗ります。丸コバはこのコバからソールまで丸くつながっちゃってて、コバとソールの境目が曖昧なんですけど、全部黒にしちゃうのでそんなに気にせず塗っていきます。よし、片っぽね色が入りました。いつもの色入れの比較をしてみます。色入れた方はこんな感じ。やっぱり締まりますね黒は。入れないとこんな感じ。めちゃめちゃやっぱ印象変わりますよね。やっぱ黒で良かったかな絶対黒がいいですねこれは。両足やりました。小便器はサンドペーパーかけてからもう一回ね入れました。こんな感じにねかなり滑らかになってますね。この時点で結構やっとくとね、アイロンかけた時にすごい綺麗に仕上がるんでしっかりやっときました。じゃあ次はねソールの色入れ。これリペアソールステインを使います。こぼれて黒くなっちゃってるんですけど、リペアソールステイン黒です。よいしょ。こいつをスポンジに取って塗っていきます。今半乾きでねマットな状態なんですけど、これを布で磨いていきます。で今こんな感じに光沢出たんですけど、結構ね傷がまだ見えますね。ざらついてる感じがあるので、またサンドペーパーで落としてもう一回やります。サンドペーパーでやすってこんな感じのマットな質感になってるんですけど、ここにもう一回ステインを入れていきます。はい、こんな感じになりましたね。もうかなりで光沢出ました。傷も結構消えて、これで多分ローを塗り込んだらもっとピカピカになってくれると思います。めっちゃ焦げ臭い。大丈夫か？大丈夫か。今回ソールはかなりね自信作なので、ガラス仕上げの真っ黒のソールでどんなに綺麗にできるかちょっと頑張りたいな。じゃあこのローを小針に塗っていきます。昔から思ってるんですけど、映像とかこのインターネットって匂いを伝えられないじゃないですか。このねローの匂いってね結構好きなんですよね。あと革の匂いとか靴クリームの匂いとか、
松ヤニの匂いとか、なんかそういう匂いをね伝えられる方法早く開発されないですかね。なんかね見たことあるんですよ。なんか携帯とかにつけてこう匂いのパッケージみたいなのをつけて、なんかのタイミングでそれを放出するみたいな、そういう機械というかタンクみたいなやつ、だいぶ前ですけどそういうのが売られてるっていうのを見たことがあるんですけど、でもそれだと結局特定な匂いしか出てこないし、なんかねその匂いの物質を消費しなきゃいけないっていうのがちょっとさ違うじゃないですか。なんかだから電気信号みたいなので、味覚って電気信号で伝えられる、そういう実験研究も見たことがあるので、味覚ももちろんなんですけど、味覚とか嗅覚とかに使えるような電気信号で、なんかこうインターネットを介して匂いを伝えられる方法がね開発されてほしいですね。匂いってこの何ていうか与える印象とか記憶に残りやすさとかがなんか一番強いみたいな、そういうのを聞くので、匂いが情報として追加されたらそれはすごいですよね。臨場感がすごいことになりそう。このソウル面にもロウを塗っときます。かかとにアイロンを当てていきます。小針もアイロンをかけていきます。よいしょ。じゃあ次はソールに行きます。なんかすでに光沢出てるんですけど、さっきロウをね塗っただけです。さっきかかとに使ってたイチョウゴでこれを当てていきます。今回のソール面はすごくね曲面が綺麗で、こうやって見た時にこうなってるんですよね。いつもちょっとこのウェルトのつき具合の加減でこういう風になっちゃうんですけど、今回綺麗に丸くできてて、ソールを貼る前の仕上げ方をちょっと変えてみたんですけど、それがねうまいこと言って理想の形状に近づいてきてます。ロウを溶かしながら均一に伸ばしていきます。ソールはこんな風にね映るぐらい磨いたんですけど、ここに筋を入れていきます。
模様ですね。滑り止めっていう意味もなくはないと思うんですけど、飾りです。はい、ということで、ソールの仕上げが終わりました。いやー、大変だったな。やっぱりカラス仕上げ難しいですね。それでもね、形、ツヤともに今までで一番いい出来だと思います。こんな感じになりましたね。コバもしっかり光って、かかと周りもこんな感じですね。テーパーの光沢がいい感じです。で、最後にね、模様を入れるか迷ったソール面、やってよかったですね。すごいなんかドレッシーなエレガントな感じになりました。これはまあ滑り止め、多少は滑り止めになるかとは思いますが、ほぼ飾りです。で、最後ここにはウィールを飾りゴテとして当ててみました。かかともね、同じように筋を入れてウィールを当てました。かなりいい出来になったんじゃないかな。はい、ということでソールの仕上げが終わりましたんで、次回アッパーを磨いて木型を抜いて完成したいと思います。最後はね、履いてもらうところも撮ろうと思うので、ね、何度やっても履いてもらう瞬間っていうのはこう楽しみと不安が入り混じる瞬間ですね。また次回の完成動画も見ていただけると嬉しいです。で、また完成したら写真アップしますんで、できればインスタグラムの方もチェックしてみてください。じゃあ今日はこんな感じで、また次の動画でお会いしましょう。